始まりました。都市と写真。今日は大阪万博に来ています。万博、いろいろ言われてますけど、個人的には建築写真を撮るイベントだと考えれば全然ありだと思っています。パビリオンでやっているイベントや展示物には興味ない人間なので 100% 建築が目的です。この日は4月末の平日ですが、入場者数は10万人とそれなりに混雑しています。まずは東ゲートを入って大屋根リングをくぐってすぐのフランス館に並びます。ここはすごく長い列ができていますが、どんどん流れていくので待ち時間はそうでもないです。20分ぐらいで中へと入れました。フランスの有名ブランドルイ・ヴィトンの展示。ヴィトンのトランクが一面に飾ってある部屋で1枚撮っておきました。構図を指示して妻に撮ってもらいました。超広角の効果でおっさんの短い足も実際より足長に見えてます。フランス館はヴィトンの他にディオール、セリーヌの展示もやっています。やはり女性に人気のようでした。次はシグネチャーゾーンに行きます。万博会場の中心部付近にアートを前面に出したパビリオンが8つ。その中で目に留まったのはこの建築。命動的平衡感です。ここは建物の前に広いスペースがあり、全体像を撮るのに十分な距離を作れました。画角は100ミリ。中望遠で撮るとこうなります。いつものようにモノクロで暗めなトーンで仕上げています。ちょうどここに太陽の反射が入ってくれたのも良かったですね。次は落合陽一氏がプロデュースしたぬるぬる。これもすごいですね。残念ながら中には入れなかったのですが、外側だけでもすごいインパクトです。ただインパクトが強すぎて写真が実物を超えられないというパターン。昼間は光の反射が強すぎるというのも難しい要因の一つかなと。夜の写真をちらっと見たことがあるんですが、夜の方が映える気がしますね。落合館ではこの映り込みを利用して他のパターンも撮りました。これは人を複数配置した写真で、ストリートフォトのテイストが濃く出ています。とにかく会場はどこも人がたくさんいて混沌としています。その中で少しでも規則性というか配置の妙みたいなものを見つけるのがコツです。もう一枚はこれは隣のチェコ館の方に回って撮ったものです。チェコ館はこういう構造の建物なんですけど、ここの螺旋階段と人が隣の落合館に移っていて、それを切り取ってみました。ちょうど人が綺麗なタイミングで配置できて運も良かったかなという一枚です。ちょっと上半分が寂しい感じになったのが惜しいところ。なかなか完璧というわけにはいきません。次は予約していたオランダ館です。オランダ館では入り口にあるこのぐにゃっと曲がった曲線を撮ります。画角は90ミリ。中望遠で一部を切り取るとこうなります。露出をかなり下げているのがポイントです。万博で建物全体を撮ろうとすると、どうしても余計なものが入り込んでしまうケースが多いので、このように部分にフォーカスしてそこだけ切り取るという形がおすすめです。オランダ館では入り口からすぐの場所でも良さげなところを発見。僕以外誰もカメラなんて構えてませんが、訓練された目を持った人ならここってわかるはずです。曲線と直線だけでシンプルに構成。光のグラデーションをとても綺麗に映せました。球体の明暗とその横の四角い面の明暗。よく見るとグラデーションの向きも複雑です。あとこの角に光がうっすらと3つに分かれているところなんかも好きです。光ばかり見てるとこういう変なところに興奮してくるんですよね。困ったものです。こっちは縦構図です。オランダ館は中のイベント体験よりもこの入り口で待っている間が勝負の時間となります。一応中のイベント体験でも1枚撮っておきました。光る球体を持って館内を回るのですが、
その光る球体と鏡を使ったショットです。さて、オランダ館を出てからはしばらく周辺を散策してみました。オートガンダムもいますね。はい、これを取ったら負けです。以前にも言いましたね。こういうの取ると負けです。いや、好きな人はいいんですよ。でもただ漠然と取る、みんな取ってるから自分も一応取っておくかみたいな感じで取るのはやめましょう。フォトグラファーならまず視点で勝負してください。さて、次に行ったのはポルトガル館です。ポルトガル館はロープですね。無数に垂れ下がったロープがいい感じです。この角のスペースはちょうどいい空間になっていたので入って撮っておきました。ここは超広角です。狭い空間で撮るときは超広角が合うというのは基本です。ポルトガル館ではもう一枚。こちらは建物の正面から中望遠で、ロープの縦のラインと楕円の組み合わせです。これも自分なりの視点が出せてよかったかなと思います。ポルトガル館から移動しカタール館へやってきました。カタール館と隣の UAE 館、この2つを合わせて撮ってみます。白いラインを使いながらうまく構図を作れたんじゃないかと思います。カタール、UAE といった中東の建築はミニマルな要素があっていいですね。ファインアートとよく合います。次はその UAE 館です。ここでは誰も見向きもしないこの壁、この曲線と緩やかな光のグラデーションを撮りました。ミニマルな写真。こんなの別に万博に来なくても撮れそうと思うかもしれません。でもこういうのは普段僕が生活しているエリアにはないもので、非日常な空間に来ないと撮れない一枚だなと僕は思っています。最後は日本館。ここも館内には入れなかったので外観だけを撮っておきました。今回のまとめです。大阪万博では建築写真をメインに楽しんできました。パビリオンの中に入らなくても見どころはたくさんあります。一つは建物全体を撮ってファインアート風に仕上げる方法。建物全体をきれいに入れるのは条件的に難しいですが、命動的平行感、カタール UAE 館、そして日本館ではまずまずいい感じで撮れたと思います。落合館は意外と苦戦しました。ここはもうちょっとうまく撮れたかなという気もしますが、映り込みを利用して面白い絵が撮れたので一応満足してます。次は中望遠で建物の一部を切り取る写真。万博では物と人で溢れているのでミニマルな空間を見つけるのにかなり苦労します。撮りたいものがうまく撮れない、構造を整理できないというストレスも感じるでしょう。撮り慣れている人ほどそうだと思います。その中で 100mm 前後の画角で一部を切り取るというのがおすすめです。一方、超広角はあまり出番がなかったです。フランス館のビトンの展示とポルトガル館のロープの2枚でした。でもここぞという時に活躍してくれるので、持っている人は忘れずにバッグに入れておいてください。パビリオンの中で展示されているものを撮ったのは2枚。フランス館とオランダ館です。万博サイドがこれを撮ってくださいって用意したものを撮ると、やはりみんなが撮る写真、よく見る写真になりがちです。その最たるものがガンダムの写真です。こういうのを撮らないって決めておくと、それだけでもオリジナリティが生まれ、写真がだいぶ変わるはずです。まあでも写真を撮るだけが目的じゃないぞって言われると本当にその通りなんで、万博を普通に楽しむのも全然ありです。写真ガチ勢は写真撮る目と引き換えに普通の感覚をなくしてしまってますから、それがいいのか悪いのかよくわからないところもあるなぁと感じた日でもありました。ということで今日は高広視点で見た大阪万博でした。楽しんでもらえたでしょうか。これから行く人は参考にしてみてくださいね。それではまた。